ロボットを Python で制御する方法を説明します。パート2では、ロボットで箱やワークをピッキングし、パレットに配置する方法を説明しました。パート3では、ロボットでパレットからワークをピッキングする方法と、ロボットの一連の動作を自動化する方法を説明します。パート2で使用したファイル、もしくは、コントロールロボッツ、パート2アンダーラインアフター .vcmx をダウンロードし、開きます。シミュレーション中にパレットからワークをピッキングします。Python スクリプトを開きます。ロボット .pick from パレットと記述し、指定したパレットからワークをピッキングします。パレットからワークをピッキングするため、パレットと記述します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ロボットがワークをピッキングした後、パレットに配置し、再度パレットからワークをピッキングします。シミュレーションをリセットします。シミュレーション中にロボットの動作をプログラムのルーチンとして記録し、自動化します。コンベアを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのオンセンサーでストッププロダクトを選択します。ストッププロダクトはセンサーがワークを検知すると、ワークがセンサーの位置で止まります。Python スクリプトを開きます。ロボットがワークをピッキングする動作を記録します。ロボット .record ルーティーンと記述し、ロボットの動作を記録します。記録したルーチンは、ピックパートという名前にします。ロボット .record rsl イコール true と記述し、記録を開始します。ロボット .pick パートと記述し、センサーを検知したワークをピッキングします。ロボット .record rsl イコール false と記述し、記録を終了します。ロボットがワークをピッキングする動作を記録します。ロボット .record ルーティーンと記述し、ロボットの動作を記録します。記録したルーチンは、プレイスパートという名前にします。ロボット .record rsl イコール true と記述し、記録を開始します。パレットイコール app.findComponent EuroPalette と記述し、パレットの情報を取得します。ロボット .place パレットと記述し、ワークをパレットに配置します。ロボット .record rsl イコール false と記述し、記録を終了します。ロボット .pick moving part からロボット .pick from パレットまでは不要なため、ハッシュタグをつけてコメントアウトします。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ロボットがワークをピッキングした後、パレットに配置します。シミュレーションをリセットします。プログラムタブを開きます。プログラムエディターウィンドウを確認すると、サブプログラムにピックパートとプレイスパートの2つのルーチンが追加されていることがわかります。ルーチンの名前は、記録を開始する前に定義する必要があります。同じ名前のルーチンがすでにサブプログラムに存在する場合は、既存のルーチンのステートメントの後ろに記録が追加されます。つまり、記録はルーチンに上書きされません。シミュレーション中にロボットにパターンを指定してワークを配置します。テーブルやパレット、コンベアの上に決まったパターンでワークを配置することができます。モデリングタブを開きます。Python スクリプトを開きます。オンラン内のソースコードをコメントアウトします。コメントアウトするには、アポストロフィーをコメントアウトしたいソースコードの最初と最後に3つずつつけます。ロボットの情報を取得するため、APP からロボットまでをコピーし、オンラン内の最初の行に貼り付けます。センサーをトリガーとして、ワークのピッキングを開始します。コンプとセンサーアンダーラインシグナルをコピー&ペーストし、ビヘイビアのセンサーシグナルを取得します。ワークをパレットに8個配置します。
スタックアンダーラインサイズイコール8と記述し、ワークをカウントするため、変数のスタックアンダーラインサイズに8を格納します。while スタックアンダーラインサイズ大なり0と記述し、0より大きいとき、つまり8個センサーで検知するまでループ処理します。トリガーコンディションをコピー&ペーストし、センサーがワークを検知した場合に処理を実行します。パートをコピー&ペーストし、センサーの値を取得します。ロボット .call サブルーティーンと記述し、サブプログラムのルーチンを呼び出します。ピッキングのルーチンを呼び出すため、ピックパートと記述します。カレットをコピー&ペーストし、カレットの情報を取得します。ロボット .place in パターンと記述し、指定したパターンでロボットがワークを配置します。ワークはパレットに配置するため、パレットと記述します。配置する位置をインデックス番号で定義します。変数の x、y、z から2までの値を使用して配置します。x、y、z は0から開始するため、while の上に x、y、z イコール0、0、0と記述します。スタックアンダーラインサイズマイナスイコール1と記述し、個数をカウントダウンします。x、y、z のインデックス番号が x イコール0、y イコール0、z イコール0から x イコール1、y イコール1、z イコール1になるように8パターンの0と1の組み合わせで値を格納します。if x 大なり1、x プラスイコール1と記述し、x が1より小さいとき、x に1をプラスします。else x イコール0、y プラスイコール1と記述し、それ以外のとき、x を0にし、y に1をプラスします。if y 小なり1、y イコール0、z プラスイコール1と記述し、y が1より大きいとき、y を0にし、z に1をプラスします。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ロボットが1個目のワークをピッキングした後、パレットの x イコール0、y イコール0、z イコール0の位置に配置します。ロボットが2個目のワークをピッキングした後、パレットの x イコール1、y イコール0、z イコール0の位置に配置します。以降、指定したパターンに沿って、ロボットがワークを8個、ピッキングし、パレットに配置します。ロボットを Python で制御し、ロボットでパレットからワークをピッキングする方法と、ロボットの一連の動作を自動化する方法の説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。